前回は、タミヤから再販された待望の、バンキュッシュアドバンスパックを、すぐにし、塗装を施し仮想的マシンとして、本シリーズで作成したギミックを、持ったマシンと対決させました。さすがタミヤの傑作機と名高いバンキュッシュ。素晴らしい安定感で難なく初見の、コースを走り切りました。しかし労力を、たっぷりかけた我らがギミックマシンは、あえなくコースアウト。まず、このすぐみマシンに勝つ、閉じ面は、決してかっこよくない目標ですが、まずこのファクトリーマシンに、勝つマシンを作成しないと、次に進みません。今回は決意を新たに、さらなる新ギミックを追加して、マシンをパワーアップする予定です。迷走なのか？はたまた会心の一手か？今後の企画にとてつもない不安が募ります。それでは、今回の動画をお楽しみください。翔くん、前回渾身の労力を込めて作られた我らのギミックマシンは負けた。それはなぜか。大家だからさ、まあ、おっちゃんですけどね。おい、こんにちは。見たいものを作る企画主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手、F1 です。前回はボロ負け残念会でしたね。で、今回は敗因分析とかその対策とかですか？まあそうなんだよね。勝負するにもまず完走しないとね。ぶっ飛んだり、挟まってたりしてましたもんね。バンキュッシュの安定感を際立たせる見事な脇役っぷりでしたね。かませ N オツ。そうだな。安定していたな、バンキュッシュは。なんであんなに安定してるんだろうね。ジャンプとかの安定感とかは、半端なかったですね。そうだな。恐ろしく安定しててさ、何回走らせてもこけないの。いつもだったら作ったマシンなんかは3回に1回くらいはこけるからさ。それはそれでこけすぎでは？それで大体こんな風に塗装がペロッと剥げちゃってぐんよりするんだよね。これかなりもったいないですよね。塗装とかは毎回かなり力入れてますもんね。目指すマシンはいくつもあるけど、どれも自分で作りたいからね。まあそもそもこける前提のマシンを作っちゃいけないし、綺麗に仕上がったマシンをこけさせないようにマシンを作るっていうのは、ある種緊張感は面白さを上げる要素だと僕は思うんだよ。こけたら悲惨だからこけさせないように走らせたりするって要素は確かにモータースポーツの要素としてはありですね。だろう？だけどさ、こいつこけないんだよ。いや、こけてほしいわけじゃないんだよ。これの見た目はかなり気に入ってるんだ。だけどよ、こいつこけないのよな。すぐみと塗装以外何かやりましたっけ？前回紹介したけど、公式の無料で速くなる改造、グリスアップ、モーター固定、スラスト角はやってねえのか。あとはタイヤ固定。他は？あとは駆動安定化のために小ワッシャーをドライブシャフトに入れたくらいだね。普通ですねそれ。普通なんだよな。まさにタミヤ脅威のメカニズムってわけですね。マジでそれな。はい、これが前回の映像。見ろよこれ、ジャンプも低いだろ。確かに軌道が低い。精神性もなんかよく見えるんだよね。確かに。で、解析とかしてなんか収穫はあったんですか？まず発見したのはこれだね。あ、めっちゃリアが引っかかってますね。前回の最後のコースアウトの原因はこれだよ。うまく競ってて最後に吹っ飛んでましたからね。あとちょっとってか。すぐにマシンに負けてて何がちょっとなんですか？ということで大きい問題はこれかな。小さい問題はいっぱいあるという意味。今回はこの引っかかりとジャンプの改善を課題として、これを潰してからバンキュッシュに再戦ってことでいきたいんだよね。バンキュッシュを安定させている何かを探索しつつマシンを改良していくって感じですか？まあそんな感じだね。この傑作機の良いところってのを吸収したいんだよ。しかし高く飛んでますね。まったくな、ある意味心躍るシーンだわ。これをサクッと解消しよう。あ、なるほど。つまり新しいギミック導入って流れですね。お、分かってるじゃないか F1 くん。で、何を選んだんですか？今回の新戦力、ゴム式リアギミック。その名も素敵 LG バンパーだ。さとて、主任さん、これが新戦力の
LG バンパーってやつですか？んだよ。そもそもこれどんなギミックなんですか？ああ、そうだね。まずそこから行こうか。考案者のルドラガさんご本人にいろいろ聞いたりしたから、それをざっくりかいつまんで説明するよ。まさかのご本人許可済みですか？そういう行動力だけはあるんだよなこの人。概要欄に LG バンパー考案者のルドラガさんの X アカウントを載せときます。いろいろな情報とか許可とか本当にありがとうございました。この場を借りて熱く御礼申し上げます。頑張って動画作りますよ。さて、説明とお礼終わり。これで僕の好感度とか上がらないか。そういうことは思っても言わなければいいのに。主任さんらしいな。でだ、この LG バンパーはゴムリングでバンパーを保持してスライドといなしの2つの機能を持たせているのが特徴だね。可動部位にスプリングを使わないんですか？そう、ゴムリングってのはこれの肝だよね。しかも比較的加工が簡単な部類で人気もあると。ああ、なるほど。それってすごい良いのでは？だから新戦力って言ってるじゃんか。僕でもできる有用なギミックなの。僕でもできるってのが重要ね。大事なことなので2度言いました。ってことでパーツの紹介だ。今回の LG バンパー作成に使う材料だね。 FRP フロントワイドステー、通称弓型ステー、2枚使う。 FRP マルチワイドリアステー、常備しておくと便利な FRP。 FRP リアブレーキステー、ブレーキスポンジが余り気味。17、19ミリゴムリング2本、MS シャーシブレーキセットの一部、もしくはリアスキットローラーセットの一部でもか。いっぱいのビスとワッシャーと、スペーサーとナット。あれ、なんかパーツ数は少なめなんですね。メインパーツはね、その代わりスペーサーを山のように使うんだよ。まあ、割と余ってるパーツでしょ？じゃあいつも通り構造解析いってみようか。まずバンパー部を作成しよう。フロントワイドステーを2枚貼り合わせる。これがメインのバンパー部分になるよ。こいつのポイントはここに穴を3つ開けることだ。リアブレーキステーをガイドにバンパー部分に3箇所穴を開ける。これが最初の重要部分だね。リアブレーキステーをガイドに使ってそのまま後でパーツにも使うよ。穴を開けた3箇所にビスやスペーサーを配置していく。左右の2箇所にビス、 1.5mm スペーサー、大ワッシャー、ナット。真ん中の1箇所に 3mm、 次に 1.5mm スペーサー、大ワッシャー、 1.5mm スペーサー、大ワッシャー、ナット。細かいですね。大ワッシャーの部分がゴムリングを引っ掛ける部分でガイドにもなるんだよ。はい、バンパー部分は完成。次は土台を作っていこう。まずマルチワイドリアステーをカット。次にリアブレーキステーをカット。さらにリアブレーキステーのこの3箇所をサラビス加工しておく。こことこことここの部分だね。ひっくり返してこの2つを合体させる。上がマルチワイドリアステー、下がリアブレーキステーだね。MS シャーシマルチブレーキセットのパーツをバンパーの支えの部分にする。この位置に配置してサラビスで留める。今度は土台にゴムリングを引っ掛ける支柱を作っていくよ。ビス 1.5mm スペーサー、大ワッシャー 3mm スペーサーを2つ、大ワッシャー 1.5mm スペーサー、大ワッシャー、ナット。今度はリア側に支柱を作る。サラビス 1.5mm スペーサー、大ワッシャー 3mm スペーサーを2つ、1.5mm スペーサー、大ワッシャー 1.5mm スペーサー、大ワッシャー、ナット。スペーサーの数が違うのは重なった FRP の厚みの差だね。台座の上にさっきのバンパーを配置する。前後の支柱の一番下にゴムリングをかける。今度は前後の支柱の上の部分とバンパーの上の部分にゴムリングをかける。ゴムリングがひねってあるのがポイントだね。左右のスライド、いなしが実現できるってわけだ。おお、ゴムリング2つでスライドといなしを実現してるんですね。スプリングを使用しないってのが良いですね。 1.5mm スペーサーが大ワッシャーに挟まれているところがゴムリングの配置場所なんですね。そうだね。あと気持ち MS ブレーキのパーツは逆ハの字になってるといいかな。弓型バンパーが滑りやすいようにって感じですか？そうだね。パーツ数はありますが組み立てるだけって感じですね。いいだろうこれ。確かにこれで狙った動きになれば良いギミックですよね。パーツ加工も大変って感じじゃないしね。まあ切れればなんとかなるかなって感じですもんね。そう、それ重要なんだよ。すげえ難しいギミックとかも心躍るけどさ、自分で作れるギミックってのもやっぱりいいわけだよ。確かに。あ、そうそう、一点だけ気をつける部分があってさ、このギミックの形状だと VZ シャーシのボディ固定のこの
の部分にギミックが干渉するんだよね。ボディ止める部分ですね。今回はボディ提灯を搭載してあるサンダードラゴンだから問題ないけど、シャーシをカットしなきゃいけないってのは注意しよう。じゃあ早速作っていこうか。3, 2, 1, go. まずバンパー部分の作成だね。フロントワイドステーの表面を紙やすいで荒らすよ。 FRP はガラス繊維でできています。吸い込まないように注意してください。瞬間接着剤で2枚を貼り合わせる。なるほど、がっちり一つにするわけですね。FRP が反らないように挟んでおく。もちろんビストをナットで固定もするよ。ずれたら悲惨ですもんね。側面もまんべんなく瞬間接着剤でコーティングしてマッキーで色を塗った。リアブレーキステーをガイドにしてバンパーを固定。2ミリ系のドリルで穴を開ける。 FRP はガラス繊維でできています。吸い込まないように注意してください。綺麗に穴が開いたね。これをバンパー部分にするから、開けた穴にビスを使って支柱を立てていこう。はい、こんな感じ。それじゃあリアブレーキステーを流用して土台を作っていこう。合体させてマスキングをする。いつもの自作切削用ブースを用意して1枚ずつルーターで切断していこう。サービス加工もここでやるよ。僕の場合は気持ち大きめにカットして紙やすりを使っていいサイズまで削る。 FRP はガラス繊維でできています。吸い込まないように注意してください。はい、パーツの加工と準備完了。組み立てていこう。サービスで MS ブレーキセットのパーツを取り付ける。バンパーの支えになる部分ですね。そうだね。支柱の後ろのサービスは約 15mm、 前のビスが約 16mm。 スペーサーとワッシャーで支柱を作る。前後の編成パーツが微妙に違うから注意してね。めんどいな。そう言うなよ。ゴムリングを使うからさ、高さがあるようにしてあるんだよ。なるほど。土台部分が完成したらバンパー部分と合体させよう。17、19mm のゴムリングを使う。まず1個目は前の支柱と後ろの支柱の一番下の大ワッシャーに引っ掛ける。2個目は前と後ろの支柱の一番上の大ワッシャーに引っ掛ける。ひねって引っ掛けるんだ。ゴムリングを前に引っ掛けてからひねる。バンパー部に引っ掛けてさらにひねる。ここがこのギミックの肝なんだよ。8の字が2つ重なる感じですね。はい、できた。それっぽい。そうね、なかなかイケメンだよね。ギミックを稼働させるとこんな感じ。滑らか。結構テンションかけても切れないもんですね。まあそうだね、もろゴムリングの特製の賜物だね。底面から見るとこんな感じ。なるほど。バンパー部のビスってスライド量を調整してたんですか。そうみたい。よくできてるよね。取り付けるとこんな感じだね。追加で褒めとくと、ゴムリングを変更してスライド力が変更できるし、さらに言うとバンパーそのものの交換が簡単に行えるってのも優位点として挙げられるよね。さっと別のバンパーに変更できるかも。ゴムを引っ掛けてあるだけですからね。しかもゴムリングって割とお安いんだよね。予備も用意できるし高機能だし、もちろん他への流用もできるからね。主任さんの好みの仕様。高いメンテナンス性って感じですかね。やりますね。 LG バンパーだろう。でもなんで LG。 そうだね、ご本人曰くライトゴムリングとルドラがの L と G をかけてるってことらしいよ。ライトには用意、軽量、低重心、低コストって意味もあるらしい。確かに簡単ライトではありますね。でもこれの説明がめんどいからルドラがバンパーで良いのでは。そうだな。そういうところはちゃんとやれお前ら。まあこういう形で自分が考えたものに名前が残るのは羨ましいよね。そんなに羨ましいなら主任さんも頑張ってみれば。それが簡単にできたら誰も苦労しねえのよ。ねえファン君、これ作ってて思ったんだけどさ、このいなしって乗り上げないかな。はい、
この乗り上げは触ってて気がついた。いなしてほしいけどこうなると困るからね。なるほど。でさ、そうやっていじってたら結構このゴムリングって大ワッシャーから外れるのよな。あ、そりゃよろしくないですね。だから前後の支柱の大ワッシャーを FRP のチップに置き換えよまあ FRP の端材は結構余ってますからね。う。だろう。 FRP に置き換えてました。あ、もうやった後なんだ。驚きの全カット。これ組み替えてて思ったんだけど、まだなんかあるんですか？そもそもバンキッシュに勝つのが当面の目的だから、こいつの要素も組み込もうと思ってさ。ジャンプ姿勢の改善も今回の課題じゃん。ああ、そういえばそんなことも言ってましたね。それで何かいい案でもあるんですか？そうそういい案なんて出ないんだけどさ。はい、これがバンキッシュの裏側ね。バンキッシュの安定感ってさ、リアのこの立体部分に秘密があると思うんだよね。まあように入り組んでますもんねこれ。パッと見比べると基本的な土台部分はリアブレーキステイを使っているって共通点があるじゃん。立体的なブレーキの配置の仕方も特徴的ですよね。それならさ、これをこのまんまパー。ああ、なるほど。ジャンプ姿勢の学習のためにバンキッシュのリアブレーキステイ周辺をオマージュした形状に挑戦するんですね。ザ・大人の表現。はい、これ主任さんの設計案。ふんふん。ああ、なるほど。こういう感じか。つまり、ビスのこの部分がスライド制用している部分だからこの概念を有用する。でもって、リアブレーキステイとリアワイドリアステイの重ねる順番を入れ替えて、バンキッシュのリアブレーキを模倣する。この立体的な2種類のブレーキは FRP プレート1枚だからここに蓋をつけるんだね。バンキッシュを模倣するからマスダンの取り付けも視野に入れてリアブレーキステイのこの部分はさらビス加工しておくと、ゴムリングをつける部分を FRP チップ化は有用。他のスペーサーや大ワッシャーは同じにする。バンパーを押さえる部分が丸型の方が良さそうだから、湯飲みに付け替える。それで、バンパーをもっといなせるように、バンバー部本体の部分を削って、いなしすぎて、湯飲みにバンパーが乗らないようにスペーサーを追加してさらに、上から FRP のカバーをつけるのか。へえ、面白そう。割と考えて再設計してありますね。あ、でもこの部分って、湯飲みでしょ？工具届かないんじゃないでしょうか？まあいいか。それじゃあ、これをあとは主任さんに作らせる。できました。もうちょっと丁寧に作れば、良いのに。作業画面は？録画ミスでみんな消えたよ。おバカ？どんまい。一応この設計図は分かりやすい一覧にしておまけコーナーに回そうよ。ああ、またやるんですかあれ？ミニ四駆のアイデアや考案物の情報を公開してくれてる人はもっとミニ四駆レーサーが増えることを念頭に置いてるんだ。僕もそれに倣ってできる限り公開して役に立ちたいの。本音は？せっかく作ったんだからもったいない。やっぱりそれか。で、一応聞きますけどここどうやったんですか？あ？湯飲みのところ？そう、工具届かないっしょ。うん、余りのパーツがあるから実践しよう。下からビスを通す。湯飲みにナットを入れる。タイラップとかでナットがビスにはまるように苦労をする。苦労するんだこれ。で、ナットが食いついたら上から長めのビスを差し込んで回す。そんな方法でナットが閉まるわけなってる？どうよ、大工さんのショート動画で見たんだこれ。ただ加減しないと差し込んだビスががっちりはまって抜くのがめっちゃ大変だけど。まさかの脳筋力技で解決。偉大な先人曰く少し大きく切って蹴り込めだ。力イズパワーだよ。頭悪そうな行動方針だな。まあ結果が同じなら良いのか。そういうことだ。ってことでやってきました、いつもの小島コース。お世話になってます。大きいコース嬉しいです。コースレイアウトは前回と変わってない感じかな。マシン初見はこれ。今回はギア比も揃えてみたよ。オーバースピードでぶっ飛んでも知りませんよ。そのための新戦力だろうに。まずスタンダードな方を LG1 として早速走らせてみよう。良さそうですね。ああ、いいね。いい感じで食いついてるね。わあ、伸びないな。はい、バンプッシュの勝ち。なんの、まだ再設計した LG2 があるさ。さあ勝負だよ。
し、いい感じだね。ちゃんと走れてますね。やっぱり離されるな。伸びないね。また負けたか。一応ギミック分析用のスローモーション出しますよ。お願い。勝てはしませんでしたけどちゃんといなしてますね。そうね。その辺は想定通りかな。できてるできてる。メジャーギミックの実力ってやつですね。ジャンプも低そうに見えましたけど、前回のジャンプシーンがこれね。結構差がありますね。だね。こっちの方が好きなんだけどね。わかる。まず SG1 とバンキッシュ。パクってない方ですね。言い方。高さが改善されてる。やっぱりリアブレーキステ1枚あると違うな。続いて LG2 とバンキッシュ。パクってる方ね。開き直っていくスタイル。近いですよこれ。ほんとだな。低いわ。こういう再現性はミニ四駆のメカニカルでいい部分だよね。それでもこれなら LG1 だけでよかったような。そうなんだよな。もともとの LG バンパーの構造がいいんだよね。再設計とか模倣とか結構頑張ったんだけどな。なんじゃらの考え休むに似た。それ以上いけない。はい、今回も残念回でしたね。もうとか言うな。リアの部分の長さがジャンプの姿勢の改善につながるってのは収穫だったよ。 LG バンパーって優秀でしたね。負けたけどな。勢いで2つ作ってましたけど、これならお安い方では。そうな。しばらくバンキッシュと勝負しながらミニ四駆の研究をしていこうか。まず買ってから言うべきでは。はい。ってことで今回はここまで。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。次回こそ頑張ります。毎回頑張れよ。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 VZ。 今回のおまけコーナー、始まるよー。ってことで、今回のおまけコーナーのおまけの説明は、前回同様ダウンロードコンテンツ、LG バンパー原寸大設計図 A4 番、2種類、今回作った LG バンパーのパーツのサイズとかを原寸大で再現したダウンロードコンテンツです。LG1 だけで良いんじゃない？それは、ほら主任さんがせっかく頑張った LG にも、紙面が余ってるから載せてあげないと。アイディアは悪くなかったのでは？主任さんも考えてる時が、超楽しいとか言ってたし、あれはあれで良いんじゃないかな？本人が楽しむのが一番ですからね。ってことで今回は、ここまで。ってことでまた次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。